地球の皆さんこんにちは、月くんと申します。皆さんはチートラマンという言葉をご存知でしょうか。キング、ノア、レジェンドのような反則級のぶっ飛んだ力を持ったウルトラマンたちのことで、怪獣でもチート怪獣って聞くといろんな怪獣が頭に浮かぶと思うんですよ。でもウルトラマンになる前の変身者にもそういう存在結構いるんじゃないか説ということで、今日のテーマはチート変身者。ダンとかゲンとかヤマトとか未来とかガイとかみたいに本人が直接人間に擬態している場合はシンプル宇宙人なんでチートで当然なんで、一応普通の人間っていう体で物語に登場した変身者を対象にします。はい、ではまず変身者の中からチートを探すと言っても言ってしまえば全員チートなんですよね。普通の人がもしかしたら一人もいないんじゃないかっていうぐらい、みんな正義感とか運動能力とかメンタルとか何かしら常人離れしているスーパーマンたちなんですよね。ウルトラマンに選ばれているくらいなんで当たり前といえば当たり前なんですけど、そんな中でも特に個人的にこの人いろいろやばくねえかと感じた変身者を3人紹介したいと思います。もちろん明確な正解なんてないテーマですし、先ほど言いましたようにみんな何かしら異常な人たちなんで、動画を最後まで見た後にあの人もこの人もってご意見あったらぜひお聞かせください。では最初の一人はこの人、東光太郎、ウルトラマン太郎の変身者ですね。この人は本当にすごいですよね。いろいろといかにすごいかを一部紹介していこうと思います。ウルトラマン太郎の第1話でオイルを狙った鳥獣オイルドリンカーが港に現れるんですけど、普通の人たちは当然叫びながら逃げますよね。月くんも目の前に突然あんなのが現れたらおもらしして泣き叫びながら逃げます。けどこの東光太郎という人間は畜生とか言って生身でオイルドリンカーに戦いを挑みます。勇気があるとかっていう次元じゃないですよね。すごすぎて逆に怖いんですけどっていうぐらいの勇気で港にあった大型のクレーンに乗り込んで当たり前のように操縦してオイルドリンカーと戦います。素材が何なのか非常に気になる頑丈な鎖のようなものをオイルドリンカーの首に巻きつけて引っ張ります。無謀かと思ってたら意外と戦えるんかい。クレーンの開発者も天才だったっけで、ザットと協力してなんとかオイルドリンカーを一時撤退させることに成功してしまいます。なんで成功してんねん。で、その後北島隊員に火炎放射で燃やされかけて喧嘩になって顔面をぶん殴って喧嘩したりいろいろあったんですけど、光太郎が海外から持ち込んだというかもうほとんど密輸ですよね。持ち込んだ花が宇宙大怪獣アストロモンスになってしまうという笑えない事態が起こります。そしてそのアストロモンスがオイルドリンカーをボコボコにした後、なんと丸飲みしてしまいます。鳥獣と宇宙大怪獣の明確な立場を分からせたシーンを目の当たりにしているのに、よしこうなったら僕自身の手でとか言って今度はクレーンとか関係なく正真正銘本当の生身でアストロモンスに向かっていきます。自分のせいでっていう思いも当然あったんでしょうけど、それを踏まえてもどうかしてますよね。完全に踏まれそうになりながらもえいとか言ってアストロモンスに飛び乗って、そのまま光太郎を乗せたままアストロモンスが空を飛んでいってしまうんですよね。なのに光太郎はビビるどころかアストロモンスに噛みつくという強靭プリを見せます。しかもちゃんとダメージ入ってましたからね。アストロモンスギャーとか言って痛がってたんで。その後アストロモンスに振り落とされてしまってさすがに大怪我をしてしまうんですけど、起きてすぐナンパするほどピンピンしていました。その後ザットに入隊して再びアストロモンスと戦うんですけど、怪獣と戦って無事で済むという奇跡はそう何度も起こるはずもなく、墜落して命を落としてしまいます。ようやく命を落として、ようやくっていう表現が正しいかは置いといて、ついに命を落としてしまった光太郎はその後ウルトラの星に連れて行かれてウルトラマン太郎となります。1話で勇敢な行動を見せた青年がウルトラマンと一体化するという流れは王道ではあるんですけど、その内容がこの東光太郎はあまりにも飛び抜けすぎていると思います。他にも東光太郎強靭エピソードたくさんあると思うんですけど、最終回でも本当にボロボロになりながら巨大化したバルキリー星人と生身で戦って見事勝利を収めています。本当にとんでもない人間です。もはや人間なのか怪しいです。太郎の時代は一般人にも超人みたいなやついっぱいいましたけどね。2人目は春の武蔵。
ウルトラマンコスモスの変身者ですね。この人もすごすぎて怖い変身者のうちの一人です。害がない怪獣は保護したい。わかるよ。話し合いで解決したい。わかるよ。この人とも分かり合いたい。いや、それは分からん。怪獣保護という素晴らしいんですけど、時と場合によっては現実を見れてないとか理想論だって言われても仕方がないようなことを最後まで何があっても諦めずに突き通した超人なんですよね。月くんだったら第1話でリドリアスが近くを飛んで危ない目に遭った時におもらしして泣き叫びながら諦めてしまいます。もともと武蔵と一体化したウルトラマンコスモス自体が慈愛の勇者と呼ばれるほど優しくて穏やかな性格をしていて、基本的には怪獣を倒すというよりかは神聖化させようとする戦士だったことや、防衛軍とは別に怪獣保護を目的としたチームアイズがあったり、奇跡的に武蔵の理想論を貫き通せる環境が整っていたからこそではあるんですけど、前代未聞のラスボスと和解という衝撃的でありえないことを成し遂げた人間です。ウルトラマンコスモスという作品の2週目3週目を見るときに結末を知っていても、いやこいつと和解は無理やろって思ってしまうほど無謀なことに思えるし、実際奇跡に近いことだと思います。普段はちょっとやそっとのことじゃ保護を全然諦めないチームアイズのみんなも、なんならコスモスまでも視聴者と同じく、いやこいつと和解は無理やろみたいな空気だったんですけど、この武蔵だけは絶対諦めなかったんですよね。もうある意味狂気ですよね。すごすぎます。コスモスも最後君こそ勇者だみたいな感じで感服してましたしね。リドリアスがカオス化した時にほぼノーガードで説得しに行っていつ命を落としてもおかしくない状況になったり、水道や電気が止まったくらいで怪獣保護を諦めるなんて馬鹿げてるとかさらっとやばいことを言っていたり、とにかく強い意志とそれを実行する力があったチート変身者でした。3人目はですね、工藤博之、ウルトラマンタイガの変身者ですね。まさかの親子での選出。まあ孝太郎と博之は赤の他人なんですけどね。太郎タイガ親子ですね。一体化していた人間が両方異常すぎて、あの親子の中での人間という生き物に対する価値観とかがいろいろと間違っていないか非常に不安になってきます。工藤博之の何がすごいって、先ほどウルトラマンタイガの変身者と言いましたけど、タイガの他にもなんと2人、ウルトラマンタイタスとウルトラマンフーマの合計3人ものウルトラマンを体内にルームシェアさせています。聞いたことあります？変身者をシェアなんて。こんなに非常に面白くて特殊ですごいことができたのも工藤博之という人間のチートさがもたらしたことなんじゃないかと思います。まあウルトラマンと一体化したら具体的にどういうことになるのかっていうのがわからないので、どれぐらいすごいことかっていうのが分かりづらいって言えばそうなんですけど、前例がないってだけで十分すごいと思います。ウルトラマン側がいくら人間の姿を借りても長い時間地球にいられないとか、戦闘で深刻なダメージを受けた時には人間側にも同じようにダメージがいくっていうことはなんとなくはどのウルトラマンも共通しているんですけど、一体化していることのみで人間側にどんな負担があるのかとか変身者に聞いてみたいですよね。どんどん増えていくウルトラマンにひろゆきも勘弁してよみたいなこと言っていたんで、結構大変なんでしょうね。そんな一人で3人のウルトラマンに体を貸している男、工藤博之なんですけど、彼のすごいところはそれだけじゃなくて、子供の頃に小さな怪獣の子供を友達にしていたんですけど、その友達が宇宙人に連れ去られそうになって必死で足にしがみついて、見てくださいこの高さ、この高さになるまで食らいつきます。っていうかまず宇宙人を怖がれ。月くんだったら宇宙人を見た瞬間におもらしして泣きながら腰を抜かしています、多分。そして言葉が通じるわけでもない友達をそこまで大事にできて必死になれる優しさと正義感が素晴らしいですよね。でいろいろあってタイガが闇討ちした時には、この高さの空中から飛んでカラータイマーから心に飛び込んでタイガを思いっきりぶん殴って正気に戻すという、もういろいろとヤバすぎてどこから突っ込んでいいかわからないようなチートムーブを見せたり、タイガが父親であるウルトラマン太郎のウルトラダイナマイトを見よう見まねで発動した時に、僕たちも燃えるぞとか言って一緒に発動していたり、本当に人間なんですかね。太郎とタイガの変身者がそれぞれめちゃくちゃなチート人間なのを狙ってやった説ありますよね。はい、という感じでしたが、他にも毎回自殺のような変身をしていた郷秀樹とか
車で鳥獣の足元に突っ込んだ北斗星司とか、世界有数の頭脳を持っている高山ガムとか、チートじみた変身者エピソードは他にもあると思いますので、皆さんのコメントお待ちしています。ここまで見ていただいてありがとうございました。さよなら。